なりたいチャンネルです。兄弟チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第2章魔剣大会編第45話母さんと父さんの思い第46話ミーシャのグラタン朗読を始めます。魔王学院の不適合者第45話母さんと父さんの思い。キッチンに集まり、俺たちは夕食を作っていた。ごめんね、試験で疲れてるのに手伝ってもらっちゃって。今日はお店にお客さんがたくさん来て、お料理を準備するいとまがなかったの。キノコのグラタンの準備をしながら、母さんが言う。気にしなくていいわ。いつもごちそうになってるもの。お料理は楽しい。ミーシャは大量のキノコを次々と洗っていき、サーシャがそれを一口サイズにカットする。よし。これで野菜は全部洗ったぞ。まずはじゃがいもから取り掛かるか。父さんが洗ったじゃがいもをボウルいっぱいに入れて運んできた。カレーだから、皮を剥いて、適当に一口サイズに切ればいい。結構ありますから、手分けしてやりましょうか。あ、でも、包丁が一本しかありませんね。ミサが言う。おっと、そうか。工房に作ったやつがあるから、取ってくるな。大丈夫だよ。包丁を貸してくれる？父さんを呼び止め、レイはミサから包丁をもらう。じゃがいものボールを手にすると、おもむろに中身を空中へ放り投げた。レイの手元がきらめいたかと思うと、一瞬にして宙を舞った大量のじゃがいもの皮がむけた。それらすべてが深皿に落下し、捨てる皮がボールに収まる。なかなかやるな、レイ。では、この人参で一勝負といくか。俺が手にしたボールには、大量の人参が入っている。より多くの人参の皮を剥いた方が勝ちということでどうだ？いいよ。それを聞いていたミサが、苦笑しながら言う。でも、包丁は一本しかありませんが、これで十分だ。俺はピーラーを手にした。後悔すると思うけど。さて、どうだろうな。俺とレイの視線が交わり、火花が散った。それを合図に、俺はボウルの中の人参を空中へばらまいた。ここだ。甘い。包丁とピーラーが先行と化し、パラパラと皮のむけた人参が深皿に降り注ぐ。ミサ、カウント。ですね。アノス様が10本、レイさんも10本です。引き分けですね。すると、レイが爽やかな笑みを浮かべ、自分の皿の人参をミサに差し出す。よく見てごらん。ミサはじっと皿に入っている人参を見つめる。あ。声を上げ、彼女は人参に触れる。すると、人参はまるで溶けるようにバラバラになった。一見、皮が剥いてあるだけに思えた人参は、すでに一口サイズに切られていたのだ。それも10本すべてである。それにこれ、ハート型に切られています。ミサは驚きの声を発した。あの一瞬の間に皮を剥き、一口サイズのハート型に人参を切り分けるとは、並大抵の技ではない。どうかな？勝ち誇ったように微笑むレイに、俺は自分の人参が入った深皿を差し出した。確かめてみろ。レイは人参を見つめ、はっと気がついたように包丁でそれを刺した。これは、星型に。そう、俺が皮を剥いた人参は、すべて一口サイズの星型に切り分けられていたのだ。ピーラーでどうやって切ったんですか？ミサが驚愕の表情を浮かべる。無理もない。ピーラーとは皮を剥くためのものだ。まさかそれで人参を一口サイズに切り、甘つさえ星型にしてのけるとは思いもしなかったのだろう。そう驚くな。道具を本来の用途にしか使えないようでは、始祖とは言えぬ。まあ、この時代は平和だからな。いつでも包丁が手に入るのなら、ピーラーで星型人参を作る必要もあるまい。しかし、2000年前は違った。一本取られた、かな。レイがつぶやく。そして、もう一つのボールを手にした。ほう。玉ねぎで決着をつけようというのか。面白い。勢いよく、たくさんの玉ねぎが宙を舞う。俺とレイは同時に動いた。なんか、向こうでバカなことやってるわね。キノコのグラタンの準備をしているサーシャが、しらけた視線を向けてくる。アノスちゃんって、皮むきも上手なんだ。
あんなにすぐ玉ねぎの下準備ができるなんて、すごいわね。感心したように言う母さんを見て、サーシャはいぶかしげな表情を浮かべる。お母様って、どうしてそんなに鉄壁なまでに動じないのかしら？だんだんサーシャが母さんにまで歯にき抜きせぬ物言いになっている。びっくりしない？サーシャとミーシャの言葉に、母さんはにっこりと笑った。ふふ、びっくりしてるわよ。毎日、びっくりの連続ね。生まれたばっかりなのにこんなにおっきくなっちゃって、すごい魔法は使えるし、すっごく賢いし、リルヘイドの魔王学院に通うって言い出して、こんなにたくさんのクラスメイトを連れてきてね。怖いって思ったことはないのかしら？サーシャがそう口にすると、母さんは優しげに、と彼女の顔を覗き込む。あ、サーシャがしまったというような表情を浮かべる。サーシャは魔力が強くて、怖がられてた。ミーシャが言う。ご両親に？そう。母さんはサーシャの頭に手を回し、ぎゅっと抱きしめる。辛かったね、サーシャちゃん。別に、大したことないわ、ミーシャがいたもの。よしよし、と母さんに背中を撫でられながら、サーシャはその胸に顔を埋める。私ね、お医者様に、ちゃんとした子供は産めない体質だって言われたの。え？アノスちゃんを妊娠して、魔法で調べてもらった時に言われたのよ。きっと生まれたとしても、五体満足じゃないだろうから、子供のことは諦めた方がいいって、その方が子供もきっと幸せだろうって。母さんは優しげに微笑む。でも、お腹の中にはアノスちゃんがいて、生きてるって思ったら、諦めるなんてできなかった。少しぐらい人と違っても、お勉強ができなくても、体が弱くてもいい。この子を、ありのまま、精一杯愛して、幸せにするんだって思ったのよ。気がつけば、父さんが母さんのそばに立っていた。あなたが言ったのよね。俺たちがこの子を不幸だって決めるつけるもんじゃないって。何かができないぐらいで、幸せになれないなんて、そんなことがあるもんかって。父さんがうなずく。でも、アノスは母さんのお腹の中にいるとき、思った以上に状態が悪くてな。一度は死にかけたんだ。お医者様の魔法でも手の施しようがなくてね。私は毎日、神様に祈ったわ。なんとか生まれてきてほしいって。生まれてきてくれさえすれば、たとえどんな子でも、何があっても、絶対幸せに育てますからって、そうお願いしたの。どうなったの？サーシャが聞く。一度ね、心臓が止まったの。死んだんだって、お医者様は言ったわ。でも、私は諦めきれなくてね。神様じゃなくてもいいから、あくまでも、誰でもいいから、この子を助けてほしいって、お祈りしたの。そうしたら、また心臓が動き出したのよ。より正確に言えば、母さんのお腹の中にいた子供は死んでいる。初めから生きていなかった、と言った方が適切か。医者の診断通りだ。母さんは子供を産めない体質で、その子にはもともと、はっきりした意識が現れるほどの根源がなかった。体だけが母さんのお腹にあって、その体も生まれる前に死ぬことは決まっていたのだ。だが、その器に俺がちょうど転生したことで息を吹き返した。魔法は時に、意志の力が大きく作用する。魔法を使えない、魔力のほとんどない人間でも、意志が強ければ、魔を引き寄せることは稀にある。もしかしたら、母さんの強い祈りが、俺を呼んだのかもしれぬ。それから、アノスちゃんはすっかり元気を取り戻して、お腹の中でどんどん大きくなったわ。お医者様も奇跡だって言ってた。ほんの少し涙ぐみながら、母さんは笑った。だからね、怖いなんて思ったことは一度もないの。どんな子でも構わないわ。だって、アノスちゃんは、こんなに元気に生きてるんだもの。それ以上に望むことなんて、何もないの。母さんの話に、ミーシャとサーシャは涙を浮かべている。ミサもハンカチで目元を拭い、レイでさえしんみりとした表情を浮かべていた。みんな、俺と同じく、こう思っているに違いない。だから、二股でも重婚でもホモでも受け入れるのか、と。第46話、ミーシャのグラタン。椅子に座り、俺は一人、食休みをしていた。今日の夕食は一段とうまかった。やはり、母さんのキノコのグラタンは最高である。ついつい食べ過ぎてしまい、胃がもたれるのが問題といえば問題だが、しかし、
この満腹感がまた何とも言え強い気分にさせてくれるのだ。他のみんなは工房にいる。レイが剣作りに興味があると知り、父さんが張り切って連れて行ったのだ。一緒にサーシャやミサたちも見に行った。しばらく経ったが、戻ってくる気配はない。時折笑い声が聞こえてくるので、話が弾んでいるのだろう。ぼーっと椅子にもたれかかっていると、キッチンの方で物音がした。母さんか？俺は何気なく、そこを覗いてみることにした。中にいたのはミーシャだった。何してるんだ？ミーシャは振り向き、無表情で言った。グラタン。どうも石窯には火がついているようだ。グラタンを作っているということだろう。つい先ほど、夕食を済ませたばかりだというのに妙なことだな。これは、どうした？作ってる。ミーシャがか？コクリ、と彼女はうなずく。アノスのお母さんがいいって。まあ、咎めているわけじゃないが、どうしてだ？すると、ミーシャは瞬きを2回した。教えてもらった。そういえば、夕食の支度をするときにサーシャと2人でグラタン作りを手伝っていたな。その時に作り方を教えてもらったということか。一人で作る練習？なるほど。グラタンの練習がしたかったのか？母さんの作るキノコのグラタンは控えめに言って至高の味だからな。うなずき、ミーシャは言う。アノスの大好物。それは、俺の好物だから練習しているという意味か？ミーシャ母に噛む。ほんのわずかだが、照れているように思えた。アノスの喜ぶ顔が好き。可愛いことを言うものだ。嬉しいぞ。そう言ってやると、ミーシャは目を細めた。アノスはサーシャと仲が良い。そうだな。サーシャは感情をむき出しにし、ずかずかと物を言ってくる。2000年前はそんな配下はいなかったから、ついつい面白くてこちらも何かとちょっかいを出してしまう。それがどうかしたか？良いこと。ミーシャはじっと俺の瞳を覗き込む。でも、少し寂しい。なるほど。姉を取られたような気分になるわけか。ミーシャはわずかに目を見開き、ブルブルと首を横に振った。取られたのは、逆。すっとミーシャの小さな指先が俺を指した。俺を、サーシャにか？わずかに、ミーシャはうなずく。それから上目遣いで、いつになく、何かを主張するような視線を向けてくる。私が先に友達になった。か細い声で、彼女は言う。でも、今はサーシャの方が仲が良い。思わず、俺は笑い声をこぼした。ミーシャでも、そんな風に思うんだな。彼女はうつむき、小さな声で言う。やきもちは、良くない。自分の感情がままならないといった様子である。別にサーシャの方が仲が良いわけじゃないがな。そう？ほんの少し疑いの意を込めて、ミーシャはじーっと俺を見つめる。あいつの口数が多いだけだ。私は少ない。ミーシャの声がわずかに沈む。そこがミーシャの良いところだ。そう口にすると、彼女の方がわずかに緩む。本当？ああ、話していると落ち着いた気分になれる。ふふ、とミーシャは、はにかむ。嬉しい。ふむ、誤解が解けたようで何よりだ。あ、ミーシャは気がついたように石窯を開けると、ミトンを両手にはめて、グラタン皿を取り出した。ホワイトソースとチーズの美味しそうな香りが漂う。できた。嬉しそうにミーシャはそれを食卓に置いた。木のスプーンを持ってきて、キノコのグラタンをすくう。そして、ふう、ふう、と息を吹きかけると、パクリと食べた。うまくできたのか、グラタンを味わいながら、ミーシャはコクコクとうなずいている。うまいか？尋ねると、ミーシャは無表情で振り向く。そして、もう一度、グラタンをスプーンですくうと、それを俺に向けた。食べる？ああ、いや、さっき散々食べたからな。そう。ミーシャはじっとスプーンに乗せたグラタンを見つめる。どことなく、寂しそうだ。そういえば、俺の喜ぶ顔が見たくて練習したのだったな。ならば、腹が膨れていようと、食べないわけにはいくまい。ふむ。しかし、ちょうど小腹が空いてきたようだ。もらえるか？すると、ミーシャは嬉しそうに微笑み、こくりとうなずいた。スプーンに乗せたグラタンを、ふう、ふう、と冷まし、俺の口元へ運んでくる。
はい。と、ミーシャが口を開けるように要求する。赤ん坊ではないから、自分で食べられるのだがな。俺が口を開けないでいると、彼女は小首をかしげた。意図が伝わらなかったと思ったのか、再度、口を開けるようにミーシャが要求する。まあ、いいだろう。好きにさせてやるか。俺が口を開くと、ミーシャは中にグラタンを運んだ。もぐもぐとそれを食べる。絶品だ。直接教わっただけあって、母さんのグラタンの味を完璧に再現している。どう？絶品だ。ふふ。と声を出してミーシャは笑った。おかわり？もらおう。再びミーシャが口元にグラタンを運ぶ。そう言わなければ俺が口を開かないとでも思っているのか。ミーシャは同じようにして、グラタンを食べさせてくれる。腹はもう十分膨れていたが、結局、練習用に作ったグラタン一皿を食べきってしまった。うまかったぞ。ミーシャは料理が上手なんだな。普通。ほんの少し照れたように彼女は言う。また作る。そう無理はするな。別に作らなかったところで、ミーシャと仲が悪くなるわけじゃない。ミーシャは困ったように黙り込む。ダメ？どうやら、いらぬ気遣いだったか？作りたいというのなら、大歓迎だがな。作るのは好き。そういえば、得意魔法も、アイビス、だな。なら、また食べさせてくれるか？約束？ああ、楽しみにしてるぞ。俺は皿とスプーンを指で弾く魔法が発動する。さっと二つを洗浄した後空中に浮かせ、食器棚に返しておいた。工房には行ったか？まだ。じゃ、行くか。ミーシャと一緒に工房へ向かう。中へ入ると、母さんがいた。だが、他には誰もいないようだ。レイたちはどうした？すると、母さんは人差し指を立て、シーッと言った。見れば、すぐそこでサーシャが毛布にくるまり、眠っている。サーシャちゃん、疲れてたみたいね。そういえば、判別対抗試験ではなかなか魔力を使っていたな。レイ君たちは夜風に当たってくるってお庭の方へ行ったわ。母さんは小声で言う。庭か、行ってみよう。工房を後にし、俺たちは家の外に出た。すでに日は暮れているが、代わりに昇った月明かりで、辺りはそれほど暗くはない。この辺りは住宅が密集しているので、民家からも明かりが漏れていた。でも、今日はありがとうございました。家の庭から、ミサの声が聞こえてきた。覗いてみれば、彼女は木の根に座っている。その傍らにレイが立っていた。何のことかな？誘ってくれたじゃないですか。レイさんがああ言ってくれなかったら、アノス様も班に入れてくれなかったと思うんですよね。だから、そのありがとうですよ。レイは薄く微笑んだ。そういうつもりじゃないけどね。あ、恩に着せないなんて、優しいんですね。にっこりとミサが笑う。あの二人が並ぶと、笑ってばかりだな。あたし、レイさんみたいな人には初めて会いましたよ。僕みたいな？なんていうか、皇族であることを全く気にしないって言いますか。ふっと爽やかにレイは笑う。ネクロンの二人もそうだと思うけどね。あはは、でも、やっぱりちょっと違うんですよね。サーシャさんやミーシャさんは皇族の意味とか、そういうことを全部わかっていて、それでもアノス様の配下になったんだと思うんです。僕は違うように見えるかい？そうですね。正直、皇族とか根血とか、始祖の血そのものに興味がないように見えます。言葉は悪いですけど、どうでもいいって思ってそうな感じがしますよ。くすっとレイは笑い声をこぼす。そうかもね。判別対抗試験でも言ったけど、僕はそういうのは苦手なんだ。レイはミサから視線を外し、遠くを見つめた。本当は、剣のことだけを考えていたいんだ。どうしたら、もっと早く剣を触れるのか。どうしたら、切れなかったものが、切れるようになるのか。それ以外のことは億劫なんだよね。何か、剣のことだけを考えられない事情があるんですか？素朴な疑問といった風に、ミサは尋ねる。生きてれば色々あるよ。例えば、ご飯を食べなきゃいけない。ぷっとミサは吹き出した。レイさんは面倒くさがりなんですね。根はのんびり屋なんだ。レイはまた視線をミサに向ける。
だから、統一派に入るつもりはないよ。皇族が正しいというわけじゃないけど。いえ、そんなつもりじゃ。ミサは慌てて手を振った。それから、真面目な顔で言う。私、思ったんですよね。レイさんみたいな人が、私たち統一派の理想なのかもしれないって。皇族だとかそうじゃないとか、それを言っている時点で、私たちはもう魔族を二つに分けてるんだって。そんなの面倒くさいし、どうでもいいって、そう言える人が、きっと何の差別もしない人なんだって、そんな気がしたんです。そんなに持ち上げられても困るんだけどね。そんなこと言ったら、アノスの方が本当に何にも気にしていないように見えるけど、アノス様は、みこしに担ぎたいから、冷静な目じゃ見られないかい？驚いたようにミサがレイの方を見る。正直に言うんですね。レイは言葉を返さず、ただミサを見返している。彼女は気まずそうに視線をそらした。私たちには、もうアノス様を信じる以外に方法はありませんけど、それがアノス様にとって良いことではないかもしれないのは、分かっています。いいと思うけど、即答したレイに、ミサはまた驚いた顔を覗かせる。ミサさんたちが何をどうしたとしても、彼にほんのわずかの影響すら与えられるとは思えない。ミサは返事に困ったように、膝に顔を埋めた。気を使ってるわけじゃなくて、事実だと思うよ。利用すると化されるとか、悪いとか悪くないとか、アノスはそういう次元にはいないよ。バケツいっぱいの水をかぶせてやっても、大海には波一つ起こらない。それぐらい彼は超越しているように見える。僕にはね。会ったばかりなのに、どうしてそこまで断言できるんですか？レイは爽やかに笑う。ただの勘だよ。難しいことを考えるのは苦手なんだ。ふふっとミサは笑った。なんだか、少し気が楽になりました。僕も一つ聞いていいかい？ミサは不思議そうな表情を浮かべる。はい。ミサさんは半霊半魔だよね？ええ。体の調子が悪くなることはない。思い当たる節がないと言ったように、ミサは首をねじった。それは、ちょっと体調が悪い時ぐらいはありますけど、基本的にはいつも元気ですよ。どうしてですか？レイは一瞬口を閉ざす。そうして、珍しく真剣な表情で言った。半霊半魔は、長く生きられないって聞いたからね。え？でも、僕の知る限り、精霊魔法まで使って、ピンピンしてる半霊半魔はいない。ミサさんは特別なんだろうね。そう、なんでしょうか。自分ではわからないんですが。レイはミサに手を伸ばす。戻ろうか。体が冷える。はい。手を取り、ミサは立ち上がった。でも、今日は本当にありがとうございます。レイさんみたいな人が普通になれるような社会を、これから頑張って作っていきますね。そう口にし、ミサはしまったといったような表情になった。すみません。そんなこと言われても、迷惑でしたよね。いや、レイはにっこりと笑う。応援はしてるよ。皇族だから混沌の世代だからって、いろいろと押し付けられるのは正直うんざりだからね。ミサは嬉しそうな顔で、ぐっと拳を握る。任せてください。レイさんがのんびりできる日が来るように、一生懸命頑張ります。次回は、魔王学院の不適合者、第47話、統一派の七魔コウロウ、第48話、ミーシャの質問、高評価、チャンネル登録、お願いします。